どうも、クロリスです。2週目だからできること、やっていきます。こちら、コメントでいただいた情報で、指導さんの牢屋を完成させた後、破壊して別の部屋を作れば、住人が普通に使うというので、作戦会議室に作り変えました。これで指導さんも寂しくないですね。あと錠前がつくところに、アイテム設置してみました。どのようになるか、見てみましょう。設置したアイテムが壊れてますね。もしかしたら、錠前が壊れないかと、期待したのですが、残念です。こちらは、アトラス初登場のシーン。本来なら、このように足元を映し、その後顔を映して、その巨大さをアピールしているのですが、このアトラスがいる場所に、穴があったらどうなるか、やってみました。すでに何か見えてますね。ここで顔の紹介。そして、お天気の紹介。曇りです。戻りまして、賑わう指導さんの牢屋を見たいと思います。皆さん活用してくれてます。少し行儀が悪いですが、指導さんも地図を見て、作戦を聞いてますね。よかったよかった。力のオーブ入手イベント。そこでこのようなイベントが発生します。という感じなのですが、この魔物、フラグを立てずに近寄ると、話すアイコンが出ます。このまま話すとなるので、フラグを立てて話しかけると、セリフがあるんじゃないかと思い、フラグを立てて話しかけてみました。力のオーブを回収してきました。こちら、一度置きさえすれば、取り外してもイベントは進むみたいなので、試してみました。一度置いた。力のオーブはありませんが、力は集まりましたね。物に頼らなくても、やればできる子たちです。魔力のオーブでも同じことができましたが、勇気のオーブはできませんでした。勇気のオーブイベント、王様をローレシア城に連れてきてイベントを進めてみました。ちなみにこの王様は、地獄と言ってるロンダルキアの大地を、単身かけてきました。軍は城へ残してきました。王様、ここがロンダルキアです。ごっちゃになったかもしれませんが、こちらが幻のローレシア城の王。穴の底にいる理由は、城の外に出したらどうなるか気になったからです。
まあもともと幻、城の中だの外だのは関係なかったようです。本来ここにいないはずの王様とゼゼルちゃんが、イベント参加しています。なんとリアクションまで取ってくれました。ゼゼルちゃんはともかく、王様までファイティングポーズをとっています。あ、でも顔は不安そう。ここにいないはずのキャラまでリアクションするということは、見えないだけで、ムーンブルク城のみんなも、城でリアクション取ってるのかな？ムーンブルク城にカメラを設置したいです。リックのこの動き、確定であの位置に移動するので、スイッチを使って何か面白いことができないかと、試行錯誤したのですが、イベント中の NPC はピストンすらすり抜けてしまうので、私レベルでは何もできませんでした。この演説、後の展開のためにあえてカットせずに残しています。ちなみに、こんなイベントも、変化の杖を使っていると台無しです。さあ、頑張って王様を城に返さず魔物の群れを倒しました。アネッサはまだリックを仲間だと思っているようですね。勇気のオーブを手に入れました。これで王様に話しかけてみましょう。イベントは進みませんでしたが、奇跡的にセリフが合致し、ローレシアの王みたいになりました。少し時を戻し、戦闘エリア外からなら、リックと話ができないか試しました。このままではダメなようなので、一度倒して話しかけてみます。倒しました。話しかけてみましょう。ダメでしたか。しかしまだ、主人公たちはリックを諦めてはいません。なぜなら、世界樹の雫は、味方の HP を回復するもの。これを使うと、リックの HP が回復します。さあリック、これで大丈夫だ。どうした？まだ立てないか。しかし、この後、リックが立ち上がることはありませんでした。感動のシーンの後、世界樹の雫が11個に戻っていることには、注目しないでください。もう忘れているかもしれませんが、軍は連れてきませんでした。盛大な捨て台詞ですが、失敗してます。しかし軍を残したところで、結果は同じ。お互い策ははまらず、力が物を言う展開になりました。船着き場の方から近寄ってみました。団長が来る方に、あらかじめスタンバっておきましょう。この穴から行こう。ってあれ、団長もういるじゃん。またしても裏をかくつもりが、裏をかかれた。まあいい、団長から倒そう。と思ったら強制ワープ。もうなんなの。
団長、今来たみたいな登場の仕方したけど、いたの知ってるよ。あ、これめっちゃ恥ずかしいやつだ。ダースドラゴンは恥ずかししました。落ち着いたところで、指導さんの解放イベント、いつでも出られる会議室にしたのですが、それでも怒ってるんですかね。目は合わせてくれません。いつでも出れましたよ。怒ってました。はいどうも。アトラス戦です。普通アトラス戦は、皆デイン砲を使い倒すのですが、コメントで、デインバリアを使って倒してほしいとあったので、とりあえず100個ほど用意しました。これをアトラスの周りに置いていきます。では、やっていきましょう。はい。50個ほど置いたとこなのですが、アトラスさんの体力が少なく、100個置くまで耐えられそうにないので、この辺で見届けようと思います。ダメージの表示がえらいことになってますね。50でも HP が解けるように減っていきます。しかし、アトラスは余裕の表情、微動だにしません。旗から見れば足湯にでも使ってくつろいでるかのようにも見えます。果たして、本当に効いているのでしょうか。めっちゃ効いてたー。突然限界を迎えましたね。相当痩せ我慢してたんでしょう。フラフラです。ということで、アトラス討伐できたのですが、簡単すぎて物足りない。もっと、こう、ボディ的なビルダーとして、全力でぶつかり合いたい。そう思い、ガチンコ対決しました。条件は、ビルダーの力を封印し、勇者のように戦います。回復は、ちまちまやってもしょうがないので世界樹の葉で、料理は、バイキルトという体でやります。攻撃は通常攻撃のみとなります。それでは早速。やったるぜー。ここからノーカット倍速ですが、それでも結構かかりますので、不正ハンターの方以外は、飛ばし見てください。まずはバイキルト。主人公の声が可愛いですね。単調すぎるので4倍速。アトラスの声がゴジラみたいになりました。攻撃を受けながらだと食事できないと思い離れましたが、後でやってみたら普通にできました。さあ、再度バイキルトもかかったところで、8倍速に、と思ったのですが、画面良いしそうだったため、そのまま4倍速で行くことにしました。ついに体力が2桁に。世界樹の葉で完全回復、そしてバイキルト。やっと半分くらい減らせましたかね。
眠気との戦いだったため、バイキルトの効果が切れたことに気づいてません。ようやく気づく。ここで残り4分の1。再度世界樹の葉で完全回復。これで回復手段はなくなりました。さあ、ついにこの時が来ました。拠点のみんなはこの戦いをどんな気持ちで眺めていたのでしょう。そして、今、フィナーレです。やりました。この巨体と殴り合って勝利しました。勝利の食事。最近更新頻度が遅くなりまして時間がかかってしまいましたが、これにてムーンブルク編完結となります。シリーズ完結までまだ時間がかかると思いますが、良ければ最後までお付き合いください。それでは最後はちょっとしたおまけ動画でお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。